はいどうも幻想です。今日は枕目の DIY 動画お届けしたいと思います。何を作るのかということなんですけども、今日はね、水晶ポイント包み編みということで、水晶のポイントですよね。小さなポイント。それをぶら下げるとネックレスにするっていう動画になります。で、今画面の方に出してますけどね、こんな感じですごくシンプルなやつです。で、今お見せしてるね、このタイプっていうのはここにビーズが上にね、ついてるタイプ。こういうやつもあるんですよね。で、どちらもね、この YouTube の中で、かなり昔にお届けしてます。実はなんですけどね。で、いつもながらなんですけども、昔の動画になるんで、映像は悪いし、もちろん説明も入ってないしということで、とにかくわかりにくい。で、今回は完全リニューアルをしまして、説明入り、そして丁寧にわかりやすくお届けしたいということになってます。で、今回は一番最初に見ていただいた通り、石がないタイプですね。ビーズがないタイプ、すごくシンプルなタイプをお届けします。そして第2弾、次のバージョンとして石を入れたバージョンっていうのをお届けできればなと思ってます。どちらも簡単。ただビーズを入れるタイプというのはちょっとだけね、ハードルが上がっちゃうかもわかんないですけども、動画を見ていただくと十分できますので、今日はその前段階ということで、水晶に水晶ね、じゃなくて水晶をぶら下げるということですよね。で、今日お届けするのは水晶ポイントということで石になってますけども、今日お届けする動画をね、見ていただいて、編み方というより結び方と言った方がいいのかもわかんないですけどね。最後バチカン部分という紐を通す部分は少しだけ編むっていう作業があるんですけど、あとはもう結ぶっていう感じですから簡単にできちゃいます。で、今日の結び方、編み方っていうのを覚えていただくと、別に石じゃなくても OK ですからね。家にある何かとか、形見の何かとか、お母様お父様の何かなんていうのをぶら下げたいんだよねなんていう時に少し覚えていただいてると、役に立つ結び方、編み方じゃないのかなと思うのでね、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。そしていつもながらね、前回の動画少しだけ振り返ってみたいんですけども、前回お届けした動画がこれですよね。チベット密教の、御在神ですよね。5つの色のが当てられてる神様の中の一つということで、黄在神という神様ですよね。東西南北でいくと中心が黄色なんですけども、その神様のね、ご紹介させていただきました。ご覧いただけましたでしょうかね。まだご覧いただいてない方はね、ぜひご覧いただければいいんじゃないのかなと思います。上からルチルが五光のように刺して、そして下の巻貝ですよね。巻貝の上に座ってるんですけども、巻貝の上にもルチルがいっぱいあって、ルチルにね、言えば上下でね、サンドイッチされてるみたいな形の神様ということで、富と金運の神様、そして長寿の神様、知恵の神様ということで、すごくね、私たちを助けてくれる神様になってますから、まだご覧いただいてない方はぜひご覧いただいて、でご興味がある方はね、実際にお店に来て確認して楽しんでいただければいいんじゃないのかななんて思います。そして今日は水晶ポイント包み編みということですよね。簡単な動画になってますから、ぜひね、参考にしていただければいいんじゃないのかなと思います。そしてまだこの動画のね、チャンネル登録がお済みじゃない方は、ぜひこの期間にチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、今日の動画を見てね、参考になったよと、じゃあやってみるわという方はね、グッドボタン、そしてコメントなりご質問なりね、どんどん送っていただければいいと思います。今日の動画をご覧いただいて、ちょっとわからないんだよねとか、あとね、よくこの水晶ポイント包み編みで皆さんが悩むのがやっぱりね、ダブダブになる、しっかり引き上げるのが難しい、引き締めるのが難しいなんていうこともあったりしますから、そういう細かいことでも構わないので、どんどんコメントでね、送っていただければいいんじゃないのかなと思います。それではね、今日は水晶ポイント包み編みビーズがないシンプルなタイプ、一緒にやっていきましょう。それではやっていきたいと思います。今日はこういう水晶ポイント包み編みですよね。簡単なシンプルなタイプ、これをお届けしたいと思います。このデザインはね、上にビーズがついてますけども、今回はこのビーズがないタイプですよね。こういうやつ作ってみたいと思います。で、次の第2弾としてビーズを入れて、このデザイン、これをね、2回目第2弾でお届けしたいと思いますけども、今日はビーズのないタイプ、すごくシンプルなタイプの水晶ポイント包み編みお届けしたいと思います。そして今日使う石ですよね。こんな感じの石。
コロンビアの水晶です。透明度抜群の水晶。これを使ってみたいと思います。そして初めにどういう石を選べばいいのかということだけをお伝えしておくと、例えばね、この石の場合、これ大きさがね、ちなみに長さが、41とか4センチちょっとぐらいの水晶ポイントになってます。で、今日は石を使います、水晶を使うんですけども、別に石じゃなくても何でも OK ですよね。今日の編み方っていうのは別に石じゃなくても使えますので、覚えておいていただくとね、便利かもわからないですよね。何か家にあるものをぶら下げたいとき、ネックレスにしたいなと思うときはね、今日の編み方していただいてもいいんじゃないのかなと思いますよね。そして、このタイプは上がね、ここが広がってますよね。この部分が広いっていうことね。平らの部分が広い。そしてこちらは平らの部分が狭い。こんな感じ、横から見ると、そして正面から見るとこう、横から見るとね、これはこうなんですけども、これ横が広がってますよね。この広いタイプというのは、できるんだけどもちょっとやりにくいです。最後バチカン作るときにね、少しややこしいですよね。やりにくいんで、このタイプもそうですよね。横が広がってないですよね。ただこのタイプの場合は横は広がってないんだけども、こういうふうに見るとここがすごく斜めになってますよね。ここがね、わかるかな。ここがね、例えばすごくここが斜めになってますよね。こういうふうにね、これもやりにくいんですよね。だからこのタイプね、横から見るとここは広がってない。そして横から見てもこの部分ね、すごく斜めになってないですよね。少し斜めになってますけども、そんなに斜めになってない。こういうタイプの方が今日、やる水晶ポイント包み編みやりやすいかもわからないですよね。だからその辺石を選んでいただくときはその辺をね、少し気にしていただいてもいいかもわかんない。これは横から見るとね、まっすぐなんだけども真正面から見るとここが広がってますから、少しやりにくいよということだけね、選ぶ際には注意していただいてもいいかもわかんないですよね。今日はこれでやっていきたいと思いますよね。このタイプね、これでやっていきたいと思います。そして紐なんですけども、今日はこれですよね。ワックスコードの 1mm の紐のブルーのタイプですよね。これでやっていきたいと思います。実際にやるときっていうのは 1mm の紐っていうのはワックスコードね、ちょっと分厚いです。ちなみにこれは 0.75 の紐でやってますから、これぐらいの方がいいんですけど、今日は編み方ということですから分かりやすいように 1mm のね、このタイプでやっていきたいと思いますよね。そして紐なんですけども 3m 切っていただきます。全体で 3m ですよね。3m を切っていただいて、それを真ん中でね切ります。だから 1m50 の紐を2本用意するということですよね。 1m50 の紐を2本用意します。そして 1m50 の紐を真ん中で折り曲げます。こんな風にね、これ端ですよね。真ん中で 1m50 の紐ね折り曲げて、さらにそれを2つに折ります。こんな風にね、こんな感じになってるってことですよね。こんな風にこっちが輪っかになってね、そして端がこんな風になってるってことですよね。こんな風にね、これを2本用意していただきます。3m の紐を真ん中、3m の紐を用意していただいて、それを真ん中で切って 1m50 の紐をね2本用意していただいて、さらにその紐を真ん中で折るということですよね。こんな風になってます。こういうのを2つ用意していただきます。そしてこの輪っかの部分ですよね。両方の輪っかの部分ね、ありますよね。こうね、これどちらでもいいんですけどもね、輪っかの中に入れていきます。反対側の輪っかの中に、反対側のこちらのね、左の輪っかの中に右の輪っかを入れていきます。どちらでもいいんですよ。これ右の輪っかに左の輪っかを入れてもいいし、どちらでもいいんだけども、今日は僕は左の輪っかに右の輪っかを入れます。こんな風にここに入れますね。わかりますよね。ここ入れました。そして入れた輪っかの中にね、入れた輪っかの中に、ここですよね。この輪っかの中に反対側のこの紐、ここに4本ありますよね。入れてきましたよね。ここに4本あります。この4本をここに全部入れます。こんな風にここからこんな風に入れて抜いてくる。じゃあこうなりますよね。ここまで OK ですかね。
ここは分かりますよね。もう一度だけやりますけどね。ここね。ここは結ぶというよりも引っ掛けるというか通すっていうことですよね。輪っかがあります。2つね。輪っかがあります。入れます。そしてこの通した輪っかの中に、ここですよね。この輪っかの中にこちらの紐全部これを入れます。ここに入れて抜いてくる。こんな風になってますね。こんな風になってますよね。でこれを引っ張る。ギュッと力入れて、ここはやっていただいた方がいいですよね。ギューッとね。で今回は 1mm のワックスコードを使ってますから、かなりねこの団子になってる部分が大きくなってますけども、実際には 0.75 の紐でやっていただくとここまで大きくならないですよね。これ見ていただくと分かるんですけども、そんなに大きくないですよね、この部分ね。なんでその辺はね安心していただいていいんじゃないのかなと思いますよね。これは 1mm の紐でやってますからね。ここはギュッと力入れて引っ張ってください。ギュッとね、こんな感じね。そして今から何をするのかというと、この水晶ポイント包み編みっていうのは、このポイントのね先端、ここ、今回であればこの石がこうぶら下げた時にね、ぶら下げた時に落ちないようにするためのここの部分ですよね。ここの部分、こう見るとここですよね。この部分ね、僕は帽子って呼んだりするんですけども、ここの部分を今から作っていきます。要は落ちないようにするための一番最初の輪っかですよね。輪っかがねこう二重三重につなげていくのがこの水晶ポイント包み編み、ボンレスハムみたいにしていくんですけどもね、この一番最初のここですよね。この輪っかを作っていきましょうということなんですよね。で今一つこういうふうにできましたね。こんなふうに。そして次はですね、紐を少し縦に置いていただいてね、こんなふうになってます。次はこの左の紐に対して右の紐をこういうふうに上からここに入れてきます。こういうふうになってますよね。ここに入れてくるってことですよね。入れてきて左に引っ張っていただく。こんな感じになってます。こういうふうに。そして左右に引っ張っていっていただくんですけども、この時になんですよ、少し考えていただきたいのが、今選んでいただいている石、例えば今回でしたらこの石ですよね。この石が落ちないようにするための一番最初の輪っかですから、この輪っかが大きすぎると石がねもう落ちちゃうんですよ。こういうふうに大きすぎるとね、輪っかが落ちちゃいます。なのでここの輪っかは選んでいただいている水晶の先端部分ね、そこの大きさを考えていただいて、落ちないようにするためぐらいの大きさがいいっていうことですよ。だからあまり大きすぎるとダメってことですよね。今回であれば、これぐらいかなっていうことですよね。これぐらいであれば落ちないですよね、絶対にね。っていう感じにしていただいて、先ほど左の紐に対して右の紐をかけましたから、今度は右の紐に対して右の紐に対して左の紐をここからこんな風にこの輪っかの中に抜いてきます。ここにこうやってもう一回やりましょうか。一番最初からね。あとはね、今からやる編み方をもうずっと繰り返すだけですから、ここだけ少し丁寧にやっときますね。こうなってますね。左の紐に対してね、右の紐ね、この紐こういうふうにここから入れてここに入れてくる。輪っかの中にね、ここに。そしてこれをそのままこちらに引っ張ってくる。そして左右に紐を引っ張る。この時にこの輪っかがねなんかずれてしまう時には輪っかを両手で押さえていただいて、この辺のね小指と両方の小指でね引っ張るような感じにしていただいてもいいかもわかんない。ここ押さえながらね、親指で押さえながら小指で引っ張っていくっていう感じですよね。それでもいいかもわかんないですよね。そして水晶ポイントの石、この石ね、この石が今回でしたらこの石が落ちないようにするための輪っかですから、あまり大きすぎると落ちるんで小さめにしていただいて、これぐらいかなと。
ただあまり小さすぎると先端が入らなくなっちゃいますから、その辺はね考えていただかなくちゃいけないんですけども、これぐらいかなと思ったら、次は先ほどは左の紐にかけましたから、今度は右の紐に対してね、右の紐に対して左の紐をここからここに入れてくる、ね、そして抜いてくる、そして左右に引っ張るってことですよね。この時にまたこのね輪っかの部分がずれないようにするためには、親指で少し押さえていただきながら小指で引っ張っていくっていう感じですね。こんな感じでね、ぎゅーっとすると輪っかがずれないですからね。そしてある程度まで来たらね、ちょっと力を入れてグッと締めていただくね。輪っかがいびつになった時っていうのは、また親指でこうね広げていただいたらいいですからね。こんな感じで少し整えながらまた力を入れてギュッと締める。これで輪っかができました。一番最初ですよね。一番下の輪っかができましたよね。そしてこの石を今回でしたらこれですよね。この石を少し入れてみるね。ここの輪っかの中に、全部入らなくていいですからね。入っちゃうと大きすぎるっていうことですから、先端だけが少しかぶってれば OK かなって感じです。こういうふうに少しかぶってるね。あまり全部行き過ぎると落ちちゃいますからね。だから水晶ポイント包み編み、水晶じゃなくても OK なんですけども、少しね先端から斜めに上に上がっていってる石の方が安定感はありますよね。ここがねまっすぐな石っていうのは少しね紐がずれてしまう可能性がありますから、斜めに上がっていっている石の方がやりやすいかもわからないですけどね。こうね上にね三角形みたいになってる方がやりやすいかもわかんないですよね。今回そんなに三角形ではないですけども、少しだけ角度がついてますよね。上に向かってね、この辺ね少し角度がついてます。そして先端を入れていただいて、落ちないよねということを確認していただくね。でこの時になんですよ。この時に今の結び目が2つあります。こちら側とこちら側と団子が2つありますよね。この団子ちゃんがこの今回選んでいただいた石の正面に対して、例えばなんですけども、こういうふうに真正面に来るのか、団子がね石の真正面に対して団子も真正面に来るのか、それとも左右横に来るのか、こういうふうにどちらでもいいんですよ。これこういうこと。例えばこんな感じ、こんな感じ、例えばですけどね、こんな感じ。団子が横になってますよね。水晶の正面に対して団子が横になってます。こっちとこっち、どちらでもいいです。デザインはね、正面に対して真ん中にね団子が来るのとどちらでもいいんですけども、僕はこっちの方がデザイン好きなんですよね。石の正面にこの団子ちゃんが来る方が好きですから、今日はそれでやっていきたいと思いますよね。だからこんな感じになるってことですね。別に横でもいいんだけどってことなんですよ。こういうふうに今回は真正面にしたいですよね。で真正面にする場合は、例えばこうなりますからね、こんな感じになるんですよ。そしてここで今から同じこと、先ほどのね結び方と同じことをするんですけども、この横の紐の団子に対してこういうふうに持つと、こちらに2本、そしてこちらに2本ありますよね。この2本、この2本とこの2本をこういうふうに結びます。こんな感じでね、ここを結ぶ。でその時になんですよ。その時にこの選んでいただいている石の真ん中ぐらいだから、ここぐらいですよね。この長さの高さって言ったらいいの、この長さの真ん中ぐらい、真ん中ぐらいになるところでもう一回結んでいただく。厳密に言うと真ん中よりちょっと短い方がいいんだけどね。というのは最後上にグッと上げていきますから、少し短いぐらいのところ、例えば今回でしたらこれぐらいのとこね。で同じ編み方をします。この左の2本と右の2本を持ってね、この左の2本と右の2本を持って左の紐に対してね、
左の紐に対して右の紐を上から入れてきて、ここで輪っかを作る。さっきと一緒ですよね。こんな風に。またここの輪っかを持ちながらね、ずーっとこんな感じかなということで輪っかを作っていきます。こんな感じでね、輪っかを作る。そして先ほどは左の紐にかけましたから、今度は右の紐にね、右の紐に対して左の紐でね、上から持ってきて、そしてここにこっから抜いてきます。こんな感じでね。そして左右に引っ張る。でこの時にまたね、この上の輪っかの部分を親指で押さえながら小指で引っ張ってきてるって感じですよね。こんな感じね、こんな風になってたらいいですよね。そしてまたね、ちょっと力を入れてグッと結んでいただく。あまりここね、力を入れすぎるとこの輪っかがぐちゃっとなったりしますから、あまり急に力を思いっきり入れない方がいいかもわかんないですよね。ある程度まで来た段階で、そしてグッと力を入れていただくと、こんな感じで綺麗な輪っかができましたよね。こんな風に。そして反対側も同じようにね。今回は左右そんなにバランス崩れてないですよね。左右の大きさがね、すごくずれてる場合っていうのは、この輪っかの長さと大きさとね、この輪っかの長さ、今からする輪っかの大きさを変えたりすることもあるんですけども、今回はある程度均等左右対称のね、石になってますから、だいたいね、輪っかの大きさっていうのは同じぐらいでいいかもわかんないですよね。同じぐらいの大きさを作るとして、左の紐に右の紐を上からね、上から持ってきて、ここの輪っかの中に入れてくる。そしてずーっとまた締めていくっていう感じですよね。でこの輪っかの大きさ、先ほどの輪っかの大きさと同じぐらいの輪っかのところで止めていただいて、だいたいこれぐらいかなというとこですよね、大きさ的にね。そしたら今度は右の紐に対して左の紐ね、この紐を上から持ってきて、ここに入れてきて抜いてくるってことですよね。こんな風になってます。そしてぐーっと引っ張っていく。でこの時にまたね、この輪っかの部分を少し親指で押さえながら小指でこう左右に引っ張るっていう感じですよね。ぐーっとね、ある程度まで来た段階で力を入れてぐっと閉じるということですよね。だいたい同じ大きさになってますよね。こっちの輪っかの大きさとこっちの輪っかの大きさ、だいたい同じですよね、これね。この段階で石を一度合わせてみますね。一番下のところに石を入れてみて、そして上に持ってくるね。するとだいたい真ん中ぐらいになってんのかなみたいなね。今回真ん中よりだいぶ下ですよね。で今から水晶ポイント包み編みのコツなんですけども、入れた段階でこう上にね絞り上げます。ぎゅーっとこういうふうに、こちらもするとカチッとします。ここがね、これ上にぎゅーっと引っ張り上げないと、ここがねふにゃふにゃになるんですよね、この部分がね。なので石をこう合わせてみたら、ぎゅっと上に引っ張ります。こちらも両方一緒でもいいんですけどね、両方一緒にして上に引っ張り上げる。グッと結構力入れて引っ張り上げます。これ上にグッと。でこの時になんですよ、この時に例えば今回は 1mm のワックスコードを使ってますけども、 0.75 とか、0.75 はそうでもないですけども 0.5 とか細いワックスコードでやるとかなり力を入れて上に引っ張り上げますから、この横のね、石の横の鋭利な部分でこの紐もうすぐ切れちゃいます。ブチッと切れちゃいますから、その辺ね気をつけていただいた方がいいかもわかんないですよね。鋭利になってるところがある場合ですけどね、そういう石を使う場合は慎重にね上に引っ張り上げていただいた方がいいですよね。こんな風にかなり硬いです。ここがガチガチですね。こんな風になりましたと。すると次はここで
これ真正面ですからね、真正面から見てます。真正面のこんな風にこことここで結びます。同じようにこことここでね、もう一回します。ちょっと石どけときましょうか。まあ石どけててもどけなくてもどっちでもいいんですけどね。こことここですよね。こんな風になってますからね。また左の紐に対して右の紐でね、左の紐に対して右の紐を上から持ってきて、そして抜いてくるね、こんな感じで、この時に石を外してますから、ちょっとわからない場合はまた入れていただいて、石をねどれぐらいがいいのかなということですよね。まあどこでもいい、まあどこでもいいってことはないんだけど、あまり上すぎるよりも少しね、そうですね、同じぐらいの角度でいいのかもわかんないですよね。ここの角度とここの角度と同じぐらいだから、だいたいこれぐらいですよね。こんな感じね。これを極端に例えば短くてこんなとこでやるとかね、まあいいんですけど、それよりもだいたい同じぐらいの角度になるところでやっていただいた方がデザイン的には綺麗かもわかんないですよね。だからこんな感じですよね。左右から見た時にね、この辺でする。まあこれは石を置いたままでも入れたままでも石がなくてもどちらでもいいですね。今回まあ入れたままやりますけどね、ここにね石をね、まあ今左の紐にかけましたからね、もう一回やりましょうか。石を入れたままこういう風になってますからね、こんな感じになってますから、左の紐に対して右の紐をこういう風に入れるね、入れて、まあ、どれぐらいかなというところですよね。この辺バランスを見ながらこれぐらいかなというところが決まったら、次は右の紐に対して左の紐をね、ここから抜いてくる。そしてゆっくりね、ここは仮止めですよね。ゆっくりしていただいて、そしてこれぐらいかなっていうところで決まったら、ちょっとね力を入れてギュッと結んでいただく。左右にね引っ張っていただくということですよね。次は同じですよね。後ろの部分ですね。先ほどのこの輪っかと同じぐらいの位置になるところで、というのは今回は何度も言いますけども、左右のバランス、前後のバランスがそんなにずれてない石ですから、同じような感じでいっていただいて大丈夫だと思います。これが極端にいびつの石とかだったら、この後ろの部分を長くしたり短くしたりっていうことがあるんですけども、今回はバランスがいいですから同じ大きさでいいと思いますよね。そしてまた同じように左の紐に対してね、右の紐を上から持ってきて、この輪っかの中に抜いてくるね。そしてぐーっと縮めていって、先ほどの輪っかと同じぐらいの大きさになるところまで持っていってもらうね。こんな感じかなということですよね。そしたら次は、先ほどは左の紐にかけましたから、今度は右の紐に対して左の紐をここから入れてくる。ちょっと分かりにくいかも分からないですけども、やってることは一番最初と同じですから、少しねゆっくりと何度か動画を見返していただくと多分分かると思います。ゆっくりと仮止めをしていただきます。ここはね、仮止めをしていただいて、いきなりギュッとやると、先ほども言いましたけど、この輪っかが潰れちゃいますから、ゆっくり締めていただいて、そして場所が決まってから力を入れてギュッと閉じていただく。でその時にこの輪っかをね持ちながら、この結び目ですよね、結び目を片方の手で軽く持っといて強く引っ張る方がいいかもわかんないですよね。何もなくてこのまま両方で引っ張っちゃうとぐちゃっとなる可能性がありますから、だから左の紐を引っ張る時というのは、右手でこの団子を持ってて、軽く持ってて左で引っ張る。このままギュッとね閉じていただくということですよね。こんな感じでいくと大体同じになりましたよね、このね高さがね。そしてこの段階でまたね石を入れてみます。こういうふうにこんな感じになりましたね。で
でこの時にまたさっきと同じように上にグッと上げます。こちらも上げます。両方持ってもいいです。全部持ってもいいです。このままね、上に石を下にやりながら紐は上にっていうね、左右反対に力をかけるってことですよね。ギューッと力を入れてあげます。するとここが結構硬くなってます。ガチガチになってます。これをしないとここがねブランブランになるんですよね。すると石も落ちやすくなりますし、見た目もね綺麗じゃないんで、ここはガチッとしてる方がいいですから、かなり力を入れて上に引っ張り上げてます。こういうふうにギュッギュッとね、こんなふうに。そして次なんですよ。次はここでもう仕上げてもいいんですけども、もう一回ここで同じことをしたいと思います。横から見ていただいて、こちらの上の2本、そしてこちらの上の2本、この2本と2本で真横ぐらいになるところでもう一回同じ結び目を作ります。真横になるところでね、ここですよね。ここで一回作りたいと思います。同じですよね。左の紐に対して右の紐を上からかけてくるね。もう真横ぐらいでいいです。そして同じように今度は右の紐に対して左の紐を上からこの中に入れてかけてくる。そしてギュッと結ぶ。初めは仮止めでしたよね。仮止めしておいて、そして決まってから2本ずつ引っ張る。いっぺんに引っ張っちゃうとね、この輪っかがぐちゃっとなりますからね。こんな感じで、こちらも同じように、反対側も同じように真横になるようなところで左の紐に対して右の紐を上からかけてくる。真横にぐらいですよね。真横ぐらいでいいですね。引っ張り上げますからね。こんな風になる。次は右の紐に対して左の紐を上からかけてくる。こんな風にね。そしてゆっくりここは仮止めをしていただく。そして決まってから片方の腕で指で団子を押さえながらギュッと引っ張る。反対側も片方の指で団子を押さえながらギュッと引っ張る。そして決まったらね、左右ギュッと引っ張る。横にね力を入れて。すると真正面から見るとこうなってると思います。こんな感じ。こんな感じですよね。こうなってたらいいですよね。こうなってたら次また上に引き上げます。次はこの2本とこの2本ですね。こっちの2本とこっちの2本、両方持っていただいてもいいですよね。上にぐっと引き上げますね。するとここがこんな風に団子が近づいてきましたよね。ここにね、かなりきついです。動かないですね。ここがもうガチガチですよね。ぎゅーっと力を入れて引き上げてもらいます。こんな感じ。こんな感じになってたら OK ですね。そして次は石をね、反対こっち先端ですからね、こういう風に先端を上にしてこういう風に置いていただきます。でこの時に石が動かないように待ち針などでこの紐の部分を少しね、これはコルクボードなんですけども止めていただきます。コルクボードがない時っていうのは、例えばねよくやってたんですけども、この石の上にタオルかなんかを引いていただいてクリップで留めてもいいですよ。こういう風に。ただそのまま石をクリップで留めちゃうと石に傷がつきますから、石をタオルなどで保護していただいてクリップで留めるっていうのもありですよね。今回は待ち針でコルクボードに留めてます。そしてこういう風に見ると上の2本、そして下の2本、4本ですよね。2本2本ですから4本。そしてこちら側の2本2本の4本。こんな風に紐を分けていただきます。この紐4本とこの紐が2本2本左右に出てるよと。こんな風に分けていただきます。そして今から何をするのかというと、このバチカンを作っていきます。バチカンというのは紐を通すところですよね。紐を通すところ、ここを平結び、平編みという編み方で今から編んでいきます。どれぐらい編むのかというと、だいたい 1.5 センチから2センチぐらい今から編んでいきます。この紐がね、ネックレスのこれ紐なんですけども、今回は紐の作り方というのはやりません。これは四つ編みという編み方で編んでるんですけども、この編み方というのはまた概要欄でね
載せときますから、何本か上げてますから動画内で、またそちらをご参考にしていただいて、四つ編みネックレスの紐は完成していただければと思います。この紐が通ればいいだけですから、この穴はね、そんなに穴がね、大きくなくてもいいですよね。紐が通って動けばいいですからね、こんな風にね。だから 1.5 センチから2センチぐらい今から平編みというのをやっていきます。この下側の4本、この紐を芯として考えます。これが芯です。で、この両方のこの2本と2本、これが編み紐ですよね。そういう風に捉えていただいて、この紐、下の4本に対して左の紐、これですよね。いつもやりますよね。数字の4になるように上から置いていただきます。こんな風に置いていただきます。そして右の2本、この2本をこの下のね、芯紐の4本を上に上げていただいて、この輪っかの中に下から入れてきます。こんな風にね、もう一回やりますよ。こうなってますよね。左の紐ね、左の紐を上から芯紐に対して上から4になるように置いていただきます。そして芯紐ごと全部上に上げて、こういう風に上げて、右の2本ですよね、この紐を下から上からですよね、上から持ってきて、ここからここに入れてきますね。そしてこのまま抜いてくる。こんな風になってたらいいということですね。こんな感じでね。でそのまま左右に引っ張っていただきます。でこの時にいつもそうなんですけども、こういう風に芯紐がある時っていうのは、このまま上にグーッと上げていくと、ここがぐちゃぐちゃぐちゃっとなりますから、少し下に対しての、下向きに対してのテンション、圧をかけたいですから、少しね、引っ張りながら、僕でしたらこういう風に持って、この指ね、これで下に引っ張りながら左右に引っ張る。こんな感じね。まあちょっと力入れてください。ここはギュッとね。そして次ですよね。今左の紐でこう4にしましたから、次は右の紐。右の紐でこういう風に芯紐に対してね、上から持ってきます。こんな風に逆の数字の4ですよね。そして今度は左の紐、この紐を芯紐を全部4本上に上げて、ここに入れてくるってことです。こんな風に入れてくる。そしてこのまま左右に引っ張る。その時に少しね、こちら側下向き反対側にテンションをかけながら引っ張っていただく。こういう風にね。そしてまたね、芯紐を少し下に引っ張りながらギュッと。でこの時にちょっとね、力入れてください。まあまあギュッとね、こんな風に。そして左右ができましたから、今度また左、こんな風にね、芯紐に対して上から数字の4になるように置きますよ。この右の紐を芯紐を全部上に上げて、ここの輪っかの中に入れてくるね。そして左右に引っ張っていただく。こんな風になってたらいいですよね。そのまま左右に引っ張ります。ギュッと。これが平編みですよね。まあ、この動画の中でもね、何度も今までに平結び、平編みというのはやってますから、分かられる方はね、全然そのまま進めていただいていいですよね。まあ、1.5 センチから2センチぐらいになるところまでこのまま進んでみてください。こんな感じで、だいたいこれで2センチぐらい今編んできましたよね。ここね、平編みを2センチぐらいですよね。ここね、編んできたと。ね、こんな風になってたらいいですよね。そしてもう一回ね、左右にギュッと力を入れて締めていただいて、この紐です。芯紐に使ってたこの紐。これ全部いらないですから、この紐をいつもと同じように、だいたい5ミリぐらいを残して切ります。これ全部切ります。ね、こんな風に切っちゃいます。こんな感じですよね。じゃあここの部分、残ってる部分をライターのね、まあチャッカマンでもいいんですけどね、ライターのこの下の青いところを紐にね、近づけていただきます。するとワックスコードですから溶けていきますから、これをね、押し込んでいただく。もうこれで出来上がりですよね。こんな感じで。でこの時にこの両方のこの紐、これを切っちゃうと今からね、
この紐は使いますからね、これを切るとかなりややこしくなりますから、これは切らないように気をつけていただいた方がいいですよね、これはね。そして次はどうするかというと、今からこれをね輪っかにします。こちらが正面ですから、正面に対して後ろ向きに、正面前から後ろに向かって輪っかを作ります。こんな風に輪っかを作る、こんな風にね。でこの時に十分ですよね、この大きさね、紐が通りますよね。あまり大きすぎてもデザイン的にどうかなと思いますし、小さすぎても紐が通らなかったりしますから、紐が通るのにまあ十分な大きさかなっていうことですよね。そしてこちらが正面ですから、こちらが正面ね、正面から後ろに向かってね、今輪っかをバチカン部分を丸めてきました。今後ろ側を向けてますね。そして前で交差させます。紐を前で、この紐ね、右の紐をくるっと前から後ろに持ってくる。そしてこの左側の紐もこういうふうにね、こうなってますよね。ここをくるっとして前から後ろに持ってくるね。こんなふうになってますよね、こんなふうに。そして後ろで一回結びます。もう普通に結んでいただいていいです、ここは。そして後ろでギュッと一回結びます。ちょっと力入れてください、ここは。こんな風にね。でこの時にこのバチカン部分がね、結構グラグラと揺れると思います。左右にも揺れるし上下にも揺れるしって弱いですから、あとはこの状態で、これ今後ろですけどね、ここね後ろですけども、例えば右の紐、この紐をぐるぐるぐると3回ぐらいね、前から回していただきます。でこちらの左の紐も前からぐるぐるとぐると回していただきます。前でね。そうすることでかなりね、このバチカン部分が硬くなったと思いますね。硬くなったと思いますから、その段階で次はどうするかというと、これ後ろですからね、石のね、ここに対してもうここはね普通に結んでいただいていいと思います。まあ普通にというのがまたね難しいんですけども、例えばこれでしたら、今ここが正面ですからこうなってますよね。今3回前でぐるぐるぐる、こっちもぐるぐるぐるとして後ろに持ってきてるっていうことですよね。左の紐に対して右の紐ね、この紐をねここに入れてきます。これ3メーターの紐ね用意していただきましたけども、最後もうこんだけですからね、結構短いでしょ。こんだけしか残ってないんですよね。だからこれがやりにくいと思うんであれば 3.5 メーターとか4メーターとかあってもいいかもわかんないですよね。こんだけしかないですからね、ギリギリですよね。ちょっとやりにくいかもわかんないですよね。そして今左の紐でやりましたから、次右の紐ですよね。右の紐に対して今度は左の紐を上からかけてここに入れてくる。ここにちょっとここ見えなかったかもわかんないですよね。ここね、先ほど左やりましたから右の紐に対してね、こうなってますよね。右の紐ね、この紐に対してこの紐をここから入れてくる。こんな感じですよね。だからね、こんな風に。そして左右に引っ張る。ギュッと力を入れて、でここはもうかなり力入れてください。もうこれ最後ですからね、ギュッと力を入れていただく。するとこのねバチカン部分かなりしっかりしましたよね。動きますよ。それ動くんだけど先ほどよりも全然マシですよね。かなりしっかりしてます。そしてこの状態でギュッとしたらかなり力を入れて締めていただいたら、またここの紐を今度ね 0.5 ミリっていうのは難しいですけど、できるだけ根元部分で切っていただきます。両方、こちらとそしてこちらですよね。両方切ります。こんな感じ。よいしょね、切っていただく。そして切っていただいたらまたこのライターを用意していただいて、この出てる部分、今切った部分をライターの下の青いところを近づけていただくと
溶けますから、それを押し込んでいただく。こちらも同じですよね。近づけると溶けるんで、それを押し込む。ね。そしてこの輪っかの部分ね、バチカンの部分が潰れちゃってる時にはこういうね、霧みたいなもの。ね。たこ焼きをひっくり返すみたいなやつですよね。これ千枚通しっていうの。これを入れて、ぐにゅぐにゅぐにゅとしていただくと、輪っかの部分がね、しっかりしてきますから。これで、完成ですよね。出来上がりということです。これで水晶ポイント包み編み簡単バージョン出来上がりました。こんな風になってますね。でここの部分がすごく緩い場合というのは引き上げが足りないですよね。かなりがっちりしてます。ここね、かなりがっちりしてますよね。動かないですよね、ここの部分ね。その場合はもっと上にね引っ張り上げていただくっていうことをやりながら止めていただいたらいいと思います。バチカン部分もね前でぐるぐるぐる、今回3回やりましたけども、これは1ミリの紐ですからね3回ぐらいにしましたけども、 0.5 の紐はね4回ぐらいやっていただいてもいいかもわかんない。その辺はまあお好みに応じてねやっていただければいいんじゃないのかなと思いますよね。慣れるとすごく簡単です。これあっという間にできてしまいますね。こんな風になってますよね。これは今回水晶を使いましたけども、別に石じゃなくてもこの編み方を覚えてるとすぐにねネックレスのトップとしてね完成しますので、ぜひね参考にしてやっていただければいいんじゃないのかなと思います。次回はここの上にね、この上にビーズね、家にお持ちのビーズを入れてこんな感じで石をぶら下げたパターンっていうのをねやってみたいと思いますけども、今回は第1弾として石のないパターン水晶ポイント包み編みお届けさせていただきました。簡単ですよね。簡単ですけど知っておくとねすごく便利な編み方になってますから、ぜひね参考にしていただければいいんじゃないのかなと思います。そしてこの動画のね、チャンネル登録まだお済みじゃない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、今日の動画がね参考になったよということであればグッドボタン、そしてコメントなりねご質問なりどんどん送っていただければいいと思います。この場合こうなっちゃったんだけどどうするのとかね、石がダブダブなんだけどとかね、いろんなこと細かいことでも構わないですので送っていただければいいんじゃないのかなと思います。今回は水晶ポイント包み編み簡単バージョンお届けさせていただきました。次回はビーズを入れたパターンお届けさせていただきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。